高級ブランドのスーツ、高級ブランドの靴、高級ブランドの時計、メガネ。その男は高額所得者であるらしい。気を失っていたその男が目を覚ます。椅子に縛り付けられて身動きできない。猿ぐつわをかまされているので、大声を上げて助けを求めることはできない。目を覚ましたその男の前に、ジャンパーにジーンズの男が現れる。別に暴力的な人間には見えないし、気が変というようにも見えない。どこにでもいる普通の男のように見える。ジャンパーの男は縛られた男をしげしげと見る。特に縛られた男の表情を観察する。縛られた男が今何を考え、何を感じているのか、読み取ろうとしているかのようだ。やがて隅に置いてあった椅子を掴んで縛られた男の前に置く。そしてその椅子に自分が座る。その男が話し出す。お前はいいスーツを着ているな。高そうだ。いいスーツ、いい靴。時計はオメガか。そんないでたちで颯爽と街を歩けば、さぞかし立派な人間に見えるんだろうな。でもお前は今無残に椅子にくくりつけられて助けも呼べない。世の中には他人によく見られたい人間は多い。みんなそう思う。でも大抵はお前のようにはいかない。高価なものを身につけていれば立派に見える。高級品ってのはそうできてる。でも金がなきゃ高価なものは身につけられない。いい身なりをするためには金が必要だ。でも大抵のやつはお前のように金持ちじゃない。他人の目によく映るといろいろといいことがある。例えばいい女が寄ってくる。美人で性格も良くて教養もある。そんな女が寄ってくる。お前には嫁さんがいるな。嫁さんもそんな女か。お前には子供もいたはずだ。確か大学生の男の子と女子高校生の女の子だ。でもそれだけじゃない。お前には愛人がいる。他に遊び相手の女もいたはずだ。少し驚いたか。
なぜ俺がそんなことを知っているのか。不思議か。他人の目っていうのはな。お前が知っているところにだけあるわけじゃない。お前の知らないところにだってあるのさ。世の中には他人の冷たい目ってものがある。妬みの目、悪意のある目、残酷な目、軽蔑の目。そんな風にお前を見ているやつだっている。それはお前も知っているだろ。お前だって他人をそんな風に見ていることがあるはずだ。お前は他人が自分より優れていることが許せない。お前はそういうやつに敵意を持つ。そして足を引っ張る。荒探しをしてつまらない失敗をあげつらう。そうやって相手の立場を弱くして自分の立場を強くする。そしてお前は知ってる。立場の弱い人間からは搾取ができる。立場は弱くても有能な人間がお前の近くにいればお前はそいつの能力や労力や時間を搾取できる。それがお前の実績になる。そしてそれをごまかすためにお前は周囲に向かって自分が餌食にした人間を低く評価する。あいつは使えない、役に立たない。周囲にそう印象づける。お前に餌食にされた奴らの心はどうなる？おそらくそいつらの心はズタズタだ。でもお前に向けられている他人の目っていうのはそれだけじゃない。お前は優秀な高級官僚だ。だから権力を持ってる。尊敬の目、おもねる目、畏怖の目。そんな目がいつもお前の周りにある。皆、お前を当てにする。例えば、政治家というのは、自分に箔をつけたいもんだ。国会議事堂では、ちょっとは立派なことが言いたい。反対派の議員の鋭い質問に、ちょっとはマシな回答をしたい。それができれば、箔がつく。お前は、国会答弁の原稿や資料を作るのがうまい。お前に国会答弁の原稿を頼めば、政治家たちは晴れ舞台で、少しは立派なことが言える。だから政治家たちは、お前に原稿を頼みに来る。
お前は政治家たちに恩を売ってる。だから、お前は政治家たちに顔が利く。お前が政治家たちに顔が利くことを当てにして、企業がお前に目をつける。小さな会社じゃない。誰もが名前を知っている大手企業だ。世の中で大仕事をしようとする。その時に国の許可とか認可とか承認とかそんなもんが必要だ。それに公共事業だってある。お前たちから公共事業を受注すれば、会社は潤う莫大な利益だ。だから、大手企業のお偉いさんたちは、お前に便宜を図ってもらいたい。つまりお前に、利益誘導をしてもらいたいわけだ。既得権益って知ってるか？鉄のトライアングル。いわゆる、政治、官僚、財界の癒着ってやつだ。インターネットで調べると、こんなことが書いてある。財界などの業界団体や圧力団体が政治献金で族議員に代表されるような政治家を支援し、財界に影響力のある官僚を天下りで懐柔する。官僚は所轄業界をまとめ、その利益代表として動き、政治家、財界に対して、許認可権限、公共事業、補助金振り分けで影響力を持つ。政治家は、官僚、財界の投資体。予算、法案の成否について、影響力を行使し、財界から政治献金を集め、官僚への限定的指揮権を持つ。そして政治家と財界人の橋渡し役が、お前ってことだ。つまり、既得権益を守るのが、お前の役目だ。そして、何が起こるかわかるか？つまり、自由と民主主義が壊される。お前たちは、既得権益を壊そうとする者を許さない。そして、お前たちは、自分たちが利権を吸い上げるための網の目を、世の中のあちこちに、張り巡らしている。誰かが、その網の目を壊そうとすれば、その誰かは、お前たちの報復に遭う。政治的なもの、経済的なもの、暴力、嫌がらせ。手段は様々だが、とにかく報復だ。その報復に抵抗するのは、なかなか厄介だ。お前たちには資金がある、コネもある。そして何よりも、巨大な集団だ。世の中には、経済というものがある。
物を買ったり、売ったり。ただそれだけのことだ。大きい企業、小さい企業。金を儲けられれば大きくなる。金を儲けられなければ小さくなり、やがて滅ぶ。つまり競争だ。経済活動が存在すれば、必ず競争が起こる。皆金が欲しい。金がなければ苦労する。だから労働者は皆努力する。汗水垂らして働く。職場の人間関係に苦しみながら、客や上司の無理解にも耐えながら、自分のしくじりで周囲に負担をかけないように気を使い、周囲に自分が役立たずだと思われていないか。いつも心配し、そんな毎日が嫌でも、逃げることもできない。でもそうじゃないやつもいる。既得権益にしがみついて、甘い汁を吸っている奴らは、そうじゃない。経済活動で勝つために、お前たちは一体どんな手を使う？例えばスポーツのようにルールがあって、選手がルールを守っているかどうか、審判が監視していれば問題はない。もちろん、経済活動にもルールがある。それを監視していることになっている。国家権力もある。つまり国家権力が審判ってことだ。そして、経済活動の場合は、ルールを守らずに勝つ方法がある。お前たちには、そのためのとっておきの手段がある。つまり、国家権力の買収だ。お前たちは、その手を使う。お前がいるのは、そういう世界だ。でもお前の嫁さんや子供たちは、そんなことは知らない。お前の嫁さんは、お前に優しい目を向ける。お前の子供たちは、お前に信頼の目を向ける。再生リスト2に続きます。